皆さんこんにちは、アイロンです。鉄子だに。お待たせしました。ファイアーエムブレム覚醒スマブラ縛りパート18です。というわけで今回は中3章をやってくだよ。ただちょっと今回はストーリーがむちゃくちゃ長くてな。かなり重要な話なだけに長いんですよね。なのでストーリーはかいつまんで話していきますね。前回の最後でルフレはバルム天国の州を上陸する前にぶちのめす計画を思いついただ。けんども船がないもんでペレジアに貸してもらおうってことだっただ。そうしてペレジアに着くと最初にクロムたちを迎えたのはギャンメルの旗にずっといたインバースでした。フレデリクが彼女に新国王のことを尋ねると、やってきた新国王はあのハウダーだっただ。こいつはパート8でのエメリナ暗殺に失敗して死んだはずだっただけんども、ま、不思議なもんだね。話を進めると、インバスの口からペレジアは今回の戦争で軍船と輸送船をたくさん、軍資金も全額与えると伝えられます。裏ありそうだけんど、ま、くれるってんならもらわなきゃ損だよな。話終わったもんで、黒村はさっさと帰ろうとしたけんどもインバースは紹介してやつがいると引き止めるだ。その人物は現在のギムレ教最高司祭ということで会わないわけにはいかないのですが、やってきた最高司祭はなんとルフレと同じ姿、名前まで一緒だっただ。よほどショックだったのか、ルフレは階段後の夜も眠れず考え込んでしまいます。するとルフレに目の前に突然ファウダーが頭痛をもたらしながらワークすったよ。普通にくりゃいいのに、嫌な野郎だね。ルフレも負けじと頭痛の原因はあんたて、で非難すっと。ファウダーは親子の間柄だから無礼な言動は不問にする、とまたもやショックな内容を話し始めました。ルフレからすりゃ自分のドッペルゲンガーみたいなのと、実の親に会うもんだからとんでもない日になっただな。頭痛に苦しむルフレにすかさずクロムが近づくと、ファウダーは姿を消しました。そして今起きたことを話したところで、屍兵が周りを取り囲んでることが判明しただ。しかも今回の屍兵はまるで誰かに操られているようだということです。どう考えても怪しいやつが約1名いるよな。そんなこんなで戦闘準備をすると、ウオの州の中から少年が出現しただよ。少年の名はヘンリー。彼もクロムと共に戦いたいと申し出ます。こいつもこいつで戦争が好きだもんで黒村に合流するってとんでもねえ野郎だけんどもな。で、戦闘前のストーリー部分はこんな感じだに。そしたらいつものあれに国。ということでいつもの作戦会議です。まずは恒例になってるクラスチェンジのことから始めるに、前から言ってたようにクロムをグレートナイトにしただよ。これで機動力のある契約が任せられそうです。まるで戦車みてえだな。次は今回の攻略について説明します。今回のマップはこれだに。まず目立つのは7カ所の砦でしょうか。いかにも増援が出てくるって感じがするだね。実際その通りで、3から7ターン目にかけて図のように増援が出てきます。なので増援のことを念頭に置いて作戦を考えました。まず最初のターンは敵が上下から迫ってきます。両方相手にすると挟み撃ちってことになるもんで片方だけを初めから重点的に攻めてくに。なおこのマップは敵にロングボウを持ったアーチャーが全体にいるので範囲は注意しないといけないです。下の敵を倒したら左側の敵を倒しに行きます。増援が出る3ターン目以降はルフレに下で壁になってもらって対処してくに。7ターン目になると右で待機していた敵も増援とともに動き始めます。右の下半分はルフレ側に、上半分はそれ以外のユニットに向かっていくのでそれぞれで対処していきましょう。最後は皆でボスを倒して終わりだに。ただね、ルフレで壁になってもらうのは武器を外しておくのか、ルフレがそのまま倒すのかは決めかねてるだよ。要するに経験値配分です。ルフレに与えるのか、ルフレの壁で止まった敵を他のユニットで倒すか、実際に攻略するまでは決めかねていました。いずれにせよこのマップはほとんどダイジェストになりそうだと薄々感じていますが、ま、何はともあれとりあえず作戦としてはこんな感じだに。そいじゃ、実際のプレイに行くだよ。今回はストーリーで読めたようにヘンリーが加入します。しかし使用可能ユニットではないので、武器はダブル役のセルジュに預けた上でルフレと組ませることにしました。そしたら早速作戦通り、下の敵クロムを突っ込ませるだ。今のクロムは守備が上がってるもんで、下はクロム一人でなんとかなりそうだに。ルフレはロングボウアーチャーの範囲に入ってアーチャーを誘導します。それ以外の皆は敵範囲の外で待機し、次のターンでクロムが倒し損ねた敵をやっつけます。クロムは軽視相手の追撃が取れんもんで確実に残るだよ。じゃ、敵ターンだに。おおむね先ほど述べた通りですが、クロムはいい感じに剣士を削ってくれますね。剣士を HP 1桁台まで削っただね。
これなら他のユニットに経験値を回せるだよ。受けも削りもできるならソシアルを経由してクロムをグレートナイトにしたのは正解だったと思うだよ。思ったよりもルフレに敵が迎えましたね。ロングボウは警戒しただけど、それ以外の間接攻撃は見落としてたみたいだな。このターンは下の敵と近づいてきたロングボウアーチャーを倒すだけです。セルジュでアーチャーまで飛んでロンクに交代してやっつけるだ。この戦法はユニット交代できる特性ならではだね。無事倒せたので次は下です。ここはダイジェストでお送りします。アンナは必殺で敵を倒しきれんか。火力不足なんかな。力が一度も上昇していないですからね。このままではアサシンアンナが見れないかもしれないです。安定して使うならこのままトリックスターでの回復力がいいかもな。相手にならんな。3ターン目になりました。このターンは今皆が固まっているあたりの砦から増援が出ます。塞いでもいいだけど、それだと経験値がもったいないだ。余裕もあるもんでここはルフレとクロムで増援を対処してもらうに。ルフレ、クロム以外は左の丘を登ります。丘の先にはスナイパーがいますが、ロンクーに受けてもらいましょう。ロンクーは1回だけなら上級職相手であっても耐えられるもんでな。だからこそ敵の攻撃範囲は注意しねえといかんに。アンナが狙われちまったな。同園にも間接攻撃がいたのけ。なんというか、今回は間接攻撃に悩まされてますね。アーチャー系や魔法系みてえに攻撃すべて間接できるやつらなら警戒の範疇だけんども、戦士や寿司屋みてえなたまに間接することもある程度だと警戒が弱くなっちまうな。とりあえず今はスナイパーの対処を考えましょう。スナイパーは最低2人で攻撃しないと倒せません。さらにこのターンは九段のスナイパー近くの砦から増援が出ますので、そのことも考慮するべきです。つことだもんで、どうしたかっつうと、サイレが砦を塞げる位置にいたもんで、これを塞いでクロムとロンクーでスナイパーを倒すことにしただ。特にロンクーは前回クラスチェンジのレベルが満たなかったので、ちょうど経験値が手に入ってよかったです。この程度か。レベルアップ。いいと言えばいいのですが、このロンク前回からかたくなに力が上がらんね。でもまあこれでクラスチェンジはできるようになったに。移動足す1のスキルも習得したので運用の幅も広がりましたね。スナイパーを倒したので、倒し損ねた先ほどの増援をルフレとティアモで対処するように動かします。ここでティアモは武器を3段に変えただ。恋で武器レベルも稼ごうとしてるだよ。さて、このターンですが大した動きはなく、生前上からやってきたこの戦士を倒してクロムでロングボウアーチャーを誘ったくれだな。増援が出なくなる7ターン目まではあまり動きたくないという気持ちがありますからね。動画の見栄えは良くないだけどな。レベルアップ。あー、ちょっと微妙だな。あと一つどこかが伸びてもよかった気がします。当然の報いよ。レベルアップ。防御面の成長は嬉しいです。しかしまた力が伸びてるに。サイレは魔法しか使わないもんで無意味だってのにさ。そして場面はかなり飛んで増援終了後の8ターン目です。2ターン経過してもほとんど変わっていないのがわかるかと思います。増援が終わるまで本当に何もしなかっただか悠長なこった。ルフレは武器を外して下の敵をせき止めていただけですが、このターンでルフレで敵を倒すことに踏み切りました。つことはこのマップの経験値がルフレにやることにしただに。まあここはルフレを育てられるだけ育ててしまって、次以降で他のユニットに回そうと思ったわけです。というわけで早速ルフレのレベルアップ。ルフレは本当に毎回成長が安心できます。マジにレベルアップの癒しワックだに。そしてこのターン2回目のレベルアップがやってきました。レベルアップで、
今回はさっき上がらんかった幸運と魔法をあげたとよくできてるな。レベルアップ。ようやく待望の力アップですよ。久々に伸びただ。これを我々はどれほど待ちわびたか。で、正直言って9ターン目の行動はこれくらいしかないだ。下の敵はルフレで倒すことにしたし、ボスも屍兵だから大した会話もねえし。今回はこれまでもカット編集を多用してましたが、思い切ってダイジェストでボス撃破まで行ってしまいましょうか。やることも明らかだもんでレベルアップを除いて今回はそうさせてもらうに。レベルアップ。アンナさんは待望の力アップです。ほいでアンナは伸びてないところがなくなっただよ。しかもラッキーセブンも習得したに。このスキルは7ターン目まで命中と回避が足す20されるスキルですね。回避立てという名の運試しをするにはもってこいのスキルとなっています。レベルアップ。2回のレベルアップを合わせてみましたが、レベルアップ2回でこうなるのはやはりいい成長だと思います。他のユニットもこうなってくれるといいや。レベルアップ。ネックだった速さに加え耐久も成長したのはいいだね。ただ、どうして力なんでしょう。ここの皆さん、力と魔力の成長が逆になる人多すぎですよね。やっちまうぜ。レベルアップ。今回もギャムは微妙じゃねえか。力と守備も上がってくれたらよかったかもしれないです。これで攻略は以上になります。今回マップ攻略は見どころがろくになかっただね。よし。その分だけストーリーはかなり重要です。見ていきましょうか。ダメ、お父様。マールス仮面だに久々に見ただね。急に現れた屍兵に襲われましたが、マルス仮面のおかげで助かりました。つってもダメージゼロで命中も微妙だもんで、マルス仮面が組んでも大丈夫だったじゃねえかな。敵も戦力を見誤ったのでしょうね。とにかく大事なのはマルス仮面が駆けつけてくれたってことです。しかし、こいつお父様ってどうしただ。いくら見知った人とはいえ、脈絡なくいきなりお父様と正直言われると怖いです。夜明けだ。紫立ちたる雲の遅くたなびきたる。今は夏だに、雨など降るなどおかしい季節だに。なま、枕草子はどうでもいいだけど、何か込み入った話になりそうだや。謎の多いマルス仮面がようやく正体を見せてくれるようです。込み入らない方がおかしいものですよ。そうか。はい。その印は聖王の。まさか。お前はその剣でずっと戦ってきたんだな。ごめんなさい。つことでマルス仮面はまさかのルキナの成長した姿だっただ。ま、これまでもお父様と口走ったり未来を知ってそうだったり、片鱗はあっただけどな。というよりむしろ、やっとここで判明したかって気持ちもあります。スマブラやヒーローズをやった人なら周知の事実ですからね。クラム
ケンドも妻のルフレからしたらとんでもない現場だに。こりゃ恩はあるけれども素性を詳しく知らない女と夫が密談を始め、挙句その女は夫をお父様と呼んで抱き合っている。これがルフレの視点になりますかね。修羅場に発展するには十分な理由だに。わしならなんだその馬はとか言って掴みかかるくらいはするだね。随分とアグレッシブですね。でもそうしないあかりルフレは立派な女性です。はい。いいか。俺たちの娘だって言われたら余計に落ち着けなくなると思うだけど。普通はふざけているのか正気を疑う発言になります。でもこれが本当なわけですからどうしようもないですね。そうです。ああ、確かに綺麗なまつげだね。戦場にいてもこういうところをきちんとしてるのはすごいです。そんな。なあ、ルフレがわからんのもごもっとも、成婚があるからってルキナと断定するのは本来は少数かもな。大丈夫です。未来から来たというのも我々からすれば説得するのに厳しいです。魔法がある世界ではどうなのかは分かりませんだ。お前たちの好きにはさせない。人間はまだ負けていない。そうです。未来世界では伝説の存在だったギムレイが復活して先ほどのような世紀末になってしまったようです。黒村も皆死んじまって手の打ちようがなかっただね。ただそういう世界を滅ぼす神ってのは滅ぼして何か得があるんかね。神としての力を試したいとか単純に壊してみたいとかでしょうか。きっと損得を超越していて神の道を知るということでしょう。他にもユキナと共にやってきた仲間がいるみたいです。早く合流してみてえな。ここからはルフレとユキナ、母と娘の場面になります。母にもかかわらずルキナはちょっと他人行儀だね。もしかしてお父さん食らっただかね。持参した形見はファルシオン、すなわち父のものですから案外そうかもしれないですね。あるいはこいでルキナの孤独な戦いも終わるだろうな。よかっただよ。ここまでご視聴ありがとうございました。今回はゲーム部分よりストーリー部分が多かっただね。いつものようにクレジットを鳴らしたら支援会話をお送りします。最後までぜひご視聴くださいね。まずはルフレとユキナ C です。母と娘との支援会話になるだね。ルキナは未来で苦しい経験をした分、こっちでは楽しいことをしてほしいだ。未来ではできなかった母へのプレゼントをしているわけですが、はい。いわゆる変な T シャツみたいなやつをくれたってことかいな。こういうプレゼントってもらっても正直困ります。外へは来ていけないでしょうし、部屋着にするとしてもちょっとというものでしょうからね。ただルキナのいた未来ではこういう服がいいんでしょうか。いい悪い以前に未来じゃ服飾というものを考える余裕もなかったんじゃねえかな。それならルキナはデザイン群ではなく何かしらの願掛けでメリナの服を選んだかもしれないですね。
りがとうございます。次はロン君とセルジュ C です。あこの2人は前回からダブルを組ませるようにしてるだね。いや、どうやらロン君の過去についてのお話みたいです。何？武人揃いのフェリアにも加えるだか。基本的に FE の世界はどこの地域でも治安が悪いですよね。あいいえ。いや、ま、ロン君もここの過去があっただね。最後はティアモとベイク S です。何気に S の支援会話はこのシリーズで初めてだに。クロムとルフレはストーリー上で結婚したのですの支援会話は発生しなかったですからね。ベイクは前回もこれまでの会話でもティアモからクロムに勝つための方法を指導されていただ。今回はついにベイクがクロムに勝ってその後というところですね。ティアモはクロムにずっと片思いしてただけど、その思いは叶わずクロムは結局ルフレと結婚しちまっただ。そういうことですので、俺にしろとベイクはティアモに迫るわけですね。随分と強引な文句の気もしますけれどね。恋とはバトル、これくらい強引にいかんとダメだに。隙をついて畳みかける。ベックは基本で勝つ。見事な戦法を繰り広げてるだよ。なるほど、ティアモは戦いだけでなく結果として恋の指導もしていたわけですね。今回の内容は以上になります。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録とか高評価とかもしてくれると嬉しいだよ。そいじゃ、また次回。